ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、密かに話題になっている、TRN の新作、TRN 初の SPD 採用モデル、TRN 現部だ。最初に言っちゃおう。現在までに発売されている SPD 採用モデルの中で一番好き、でもって一番安い、おそらく、10mm の平面駆動ドライバと BA の組み合わせ、と聞いて、ほとんどの人が期待していたスイートスポットを的確にえぐってくるモデルなんじゃないかな。詳しく見ていこう。SPD とは、スクエアプラナードライバー、四角形の平面駆動ドライバのことを英語の頭文字で呼んでいるものだ。ダイナミックドライバは、全体が歪まないように、丸い形をしているものが多いんだけど、これは、ダイナミックドライバの中央に配置された磁石と電磁石の引き合う力や反発力を使って、振動板を動かすから、平面磁気駆動ドライバは、振動板全体に配置されたコイルによって、均等に歪みなくドライバを動かすので、形に気にしなくてもいいから、四角形のものが生まれたんだと思う。丸型と四角形で負荷の偏り方が異なる、というのは、例えばイギリスのジェット旅客機、コメットの窓の形による墜落事故なんかを調べてみると、わかりやすいと思う。ただ、四角形かどうかが重要なのではなく、重要なのは面積の方だ。現在主流になっている、13mm オーバーの丸型平面駆動振動板と比べて、10mm SPD は、どちらかというと 12mm くらいの丸型平面駆動ドライバと同じくらいの振動板面積、つまり、若干振動板が小さい。イヤホンに使われる小さな平面駆動ドライバでは、同じサイズの一般的なドライバ、ダイナミックドライバに比べて、平面駆動ドライバの方が、サブベースなどの表現力では少し譲ることが多い。そのため、それを補うために大型化したものの方が、より幅広い音を出せるんだけど、10mm SPD は、十分に低音を表現できる能力を持っている。加えて、現部は BA ドライバを組み合わせて、より高音域を明るく仕上げることを意識しているわけだ。なんかこの路線一回見たことあるな。そう、キネラのセレストガミホだ。SPD-BA の構成は、ガミホの方が先に発売されていて、現部はガミホより大きめのシェルに、同等と思われる SPD と BA の組み合わせ。ガミホは高音域を重視し、さらに SPD と BA の融合を目指した音だった。結果、思ってたより高音重視の特徴的なイヤホン、として、市場からの評価は好みが分かれる感じになってたわけだけど、今回の現部に関しては、TRN がハキハキと明瞭なイヤホンを得意とすることも手伝ってか。うまいことバランスを取った、という傾向の調整ではなく、低音ドーン、高音ジャーン、な、わかりやすいイヤホンに仕上がっているぞ。加えて、この価格帯ながら、平面駆動モデルらしい明瞭さははっきりとあるので、この価格帯でくっきりと聞こえるイヤホンが欲しいなら、2022年末から2023年頃は、この現部が非常に強い選択肢になるはずだ。音色の詳細に触れる前に、外装について話そうか。表面は金属製のプレートで、金色のラインとその外側まで、金属製のプレートがかかってる。同じ TRN の平面駆動モデル初号機、キリンと同じモチーフだけど、さすがにシルエットはキリンの低価格版、といった印象だ。ただ、ドライバがキリンより小さいためか、キリンより万人受けする装着感だと思う。若干大きめだけど、装着面はしっかりと変形しているので、全体に膨らんだ印象のある、大型平面駆動ドライバ採用モデルよりも装着しやすいと思う。単純にシンプルに小さいボディが好みなら、セレストパンダモンやガミホをおすすめするぞ。ケーブルは、TRN-TAH-MAX などに付属していた、従来型 TRN ケーブルの銀メッキモデル。ここら辺はさすがに、最近乱発していた高級モデルよりは簡素なものだけど、それ以上に価格が安いし、このケーブルも決して悪くないので、悪い印象は感じなかった。ちなみに、3.5mm アンバランスのみの設定だ。パッケージはシンプルだけど、KZ などの低価格モデルと比較すると一回り大きいサイズ。付属品は特に特別なものはなく、シンプルだ。ちなみに、今回は付属イヤピではなく、TRN が新発売した、別売専用の上位イヤーピース、TR を使って聞いている。現部買ったらついてきたけど、いつまで付属するかなどの条件が不明瞭なので、今買ったらついてこない気持ちで購入するのが良いだろう。TR は柔らかく、小柄で摩擦力のあるイヤピで、うまく密閉を取れれば、しっかりと固定できる、高級イヤピ好きなら悪くない選択肢のイヤーピースだ。さて、そんなわけで、音色について、見ていこうか。ガミホ9尾は、特徴的なドライバから期待される音色とは異なり、それぞれの特徴を打ち消し合って、よりニュートラルにすることを目指したイヤホンだった。対して、同じ仕様を持つ現部は、ガミホとは打って変わって、ドライバの特徴と、高質さ、
そして、10mmSPD 採用機の中で最も力強い低音域を持つ、わかりやすく気持ち良いイヤホンだ。低価格モデルにおいて、新ドライバの採用は、すなわち新しい音色を求める人が多いと思うので、この方向性は、より多くの人が期待していた音色、と言えるんじゃないかな。TRN らしくわかりやすい音色で、攻撃的でシャープ、ドライな高音域、平面駆動らしいクリアさを前面に押し出した、メリハリのある中音域、そして、SPD の中では最強、ダイナミックドライバに並ぶくらいにマッシブな低音域と、最近の TRN らしい、メリハリのついた音色が特徴だ。強いて言うなら、これは現部の先輩である、同メーカーの平面駆動イヤホン、キリンでも指摘されていたことだけど、高音域が先鋭的すぎて、刺さる、と感じる人もいそうなことくらい、音量が小さくてもくっきりと聞こえるイヤホンなので、小音量でも楽しいイヤホンとして使っていきたい。低音域がより大型のドライバーを使った平面駆動モデルと同じくらい強烈なのも注目だ。別メーカーではあるけど、同じ 10mmSPD モデルの、パンダモン、ガミホが、低音域は控えめに、中高音域のキレを打ち出していたのよりも、印象的に沈むベースを楽しむことができる。ぶっちゃけ、ドンシャリ度が増している。つまり元気で楽しい。より丁寧でよりニュートラルな音色は他に任せて、楽しくて強烈な音に走ってくれた方が低価格機は成功する気がするんだけど、原部は正しくそっち側だ。新素材の美味しいところをエッジーに出してくれた感じがする。金属音、その他の中高音域の澄んだ印象は、平面駆動機と BA の美味しいところをよく出せてる気がするな。反面、若干刺さりやすいと、悪い面も浮いてしまうけど、キャラクターの全体像の一部分として納得できる。元気で乱暴な中華イヤホンサウンドかつ、新しいドライバの強いところをとにかく押し出した、誰でもわかりやすく楽しい音、全体にドライな印象が強く、通常のダイナミックドライバ採用機やハイブリッドとは一味違った中音域以下が楽しめる。原部はそんなイヤホンだ。そんなイヤホンだからこそ、もちろんおすすめ度も高い。原部は、低価格で他のイヤホンとは一味違うものを求めている人におすすめできる。同じ TRN の上級機、キリンにかなり近い音色を持っているが、原部の方がメリハリ重視で、キリンの方がバランスが取れている印象だな。そもそも、キリンの方でも、平面駆動機の中でもかなりドライで高質な音を出す機種なんだけど、それよりさらに安い原部は、さらにメリハリをつけて、強烈な音色に仕上げてる。傾向としては近いけど、低価格で期待されるものに、より近い音色になったのが原部だ。解像感が高いので、空間の感じ方もより鮮明、反響感が少ないので、密閉型イヤホンらしい、音源が近くて壁が遠い音、という空間を感じることができるぞ。おすすめ度はかなり高い。一方で、久しぶりに TRN の中でも、高音域に刺激的な部分が多いモデルなので、高音が苦手な人には注意が必要だ。ひっくり返すとここが馬味そのものなんだけどな。安くて TRN の真髄みたいなもんを楽しみたいのなら、ぜひ掴むとよろしい。完成度はともかく、楽しさは上位機種に引けを取らないぞ。おすすめだ。と、こんなところだな。原部、不透明な前評判をぶち破って、実に期待通りの音になってくれていた。セレストガミホが好きな人はもちろんそっちが良いんだけど、ガミホがどこか期待したようなものじゃなかった、と感じた人は、原部こそ、期待していたものの可能性が高い、ドライでパワフルな音色。ぜひチャレンジしてみてくれ。といったところで今回はここまで。